こんにちは、プリンセスモナコです。今日はね、レモン麹を作りたいと思います。以前ね、玉ねぎ麹作ったんです。玉ねぎ発酵させて調味料にとても良かったので、今度レモン麹したいと思います。レモンもね、とても体にいいのでね、それと麹と合わせると、ますます体にいいんじゃないかと思って万能調味料にしていろいろ使えたらいいと思います。はい、お願いします。それでレモンは2個用意します。で、麹はね 300g 用意します。で、あとはお水とお塩だけです。で、レモンはね国産のものがいいかもしれないけどなかったのでチリ産でしたね。これ洗いますよ。皮もね全部、みじん切りみたいにして使いたいと思います。皮も栄養あるしね、ビタミン C だしね。でもね、それで塩で洗いたいと思います。手に取ってですね、手に取って、レモンをよく洗いたいと思います。皮も全部使うので、塩じゃなかったら重曹でも同じみたいですね。とにかく皮をきれいにして、はい、洗いますよ。はい、きれいに洗いました。これをね、半分にして、レモン麹だからレモンの絞りますね。汁も使うので、よいしょ。はい、はい、この汁は種取った汁は使いますよ、ね、でこのレモンはみじん切りにしていきたいと思います。そしてこれに入れていきましょう。よいしょ。あ、全然絞れてない。これはもったいないね。このまんまにしようか。あ、このまんまにしよう。そしたら料理の時ね、レモンのみじん切りよりもちょっとレモンの感じが出ていいね。香りだけじゃなくて、レモンの形があった方がねいいので、このままにしましょう。薄切りにしますよ。
きましたよ。よかった。これをね、麹入れてね、汁測っとこう。レモン汁とお水合わせて300にしたいと思います。種を取らなくちゃ。どうしよう、種取るの難しい。よいしょ。レモン汁50ぐらいありましたよ。水300です。さあ、瓶は消毒してあります。これに入れていきたいんだけどね。これ入るかしら。塩 100g とね、ちょっとわからないね。どうしよう。塩入れます。麹200ですよ。麹200に塩100。そしてお水が300です。これを混ぜますよ。スプーンで混ぜよう。麹200とレモン2個。薄切りにしてレモンの汁も入れました。レモンの汁とお水と合わせて300にしました。塩も 100g 入ってるしね。これを消毒した瓶に入れていきます。そして毎日かき混ぜますよ。1週間から10日で、今夏だからね、1週間ぐらいで発酵して麹がやわくなって甘い香りがすると思います。今はレモンだからね、レモンの香りもするんじゃないかと思います。レモンでしてるもんね。で、醤油がちょっと塩が余ってるみたい。はい、できました。これちょっと塩がほら、塩がちょっとついてるみたい。はい、これを1日1回混ぜながら1週間。はい、レモン麹できました。こんな感じです。レモン2個とね、水が300と塩が100と麹200です。それ合わせただけですよ。レモン切ってでレモン汁も入れてね。これ毎日常温で置いてかき混ぜて1週間置きますね。そしたらまた発酵していい香りがしてきますよ、きっと。それを料理とかに使っていきたいと思います。玉ねぎ麹もすごく良かったからね、それと似た感じでいけると思います。レモンだから余計に
肉とか魚とかにねタンパク質も分解するらしいしね。はい、よかったです。これを参考にした参考動画も概要欄に貼っときますね。すごく勉強になるので見てみられたらいいと思います。はい、こんな感じでできました。ありがとうございます。プリンセスモナコでした。今日も見てくださってありがとうございました。